5月9日に行われたシーホース三河対琉球ゴールデンキングスのハイライト動画のコメントを紹介します。やっぱり10年間 CS に出続けたのは伊達じゃないな。昔から強いチームはブースター文化も成熟されてて良いね。特に悔しいだろうけど55キングスコールしてるミカはブースター多くてグッときたわ。ドットソン、まだまだ力出し切ってなさそうなのが末恐ろしい。ミカはブースターでとても悔しいですが、天皇杯琉球さんは負けたのにもかかわらず応援してくれたので、セミファイナルからは琉球さんを応援します。それはありがたいんですけど、正直長崎と琉球で九州ダービーしてほしいです。ファイナルで。本当に岸本は良いとこで3決めるよね。いい試合でした。三河の打番って報われないな。試合終了時の悲しそうな顔がタイトル欲してるだろうに。4級の小野寺の3とテイクチャージが偉すぎた。 CS のキングスやっぱりなんか持ってる。この調子でいけ。55KINGS。 8シーズン連続セミファイナル進出琉球ゴールデンキングス。107ステップバックの距離えぐいっす。琉球の勝負強さを見せつけられた。開始からの 1-0、0のラン、4球中盤の連続攻撃ストックからの岸本の3。悔しいけど琉球強かった。悔しすぎる。でも B プレミア初代チャンピオンっていうのもかっこいいので、期待してきシーズンも送り続けます。岸本とローがクラッチタイムでしっかり仕事をした。ミカはブースターではないが、終盤のミスジャッジの連続はかわいそう。結局ホームコートとかも大事だけど CS の強度に対応できてるかなんよ。ナイスゲームだった。両チームお疲れ様でした。熱血バスケとかメディアとか毎年 CS に出て4年連続ファイナルとしっかり結果残してるのにもかかわらず優勝予想に誰一人あげないけど、 CS だけ見ればこの8チームの中でも一番経験あるし一番怖いチームだよな。結局自分たちの試合じゃなくても我慢できるかが短期決戦は大事なのに、いいバスケをするチームばっかり選ぶんだよね。その意味で言うと名古屋、琉球かなって思う。とにかくベターなシュートで終わろうって形を目指すのはその2つだと思うな。それなよギル。結局なんだかんだで琉球なんだよな。琉球は来シーズンから監督変わるから選手も入れ替わり激しいと思うから、来シーズン以降いろんな意味で苦労しそう。どっちが勝ってもおかしくなかったけど、日本人もしっかり点取れてた琉球の方が良かった印象。KINGSSSS。 去年は島根、今年は三河とシーズンで1勝しかできなかった相手に CS スイープ。今シーズンは今までで一番弱いとか言われてたけど、所詮は素人の意見だったな。SF も頑張れい。12月までは自分も CS すらも危ういと思ってた。けど千葉戦に連勝して浮上を確信したし、今ではあの時期が嘘みたいに感じてる。琉球怖すぎ。接戦になった時点で琉球の勝ちゲーやった。激戦。来シーズンも EASL いっちゃいそう。三河のインサイドがあまりにもガードナーへの負担大きすぎるから、ガードナー以外にサイズのあるビッグマンも一人欲しい。オーガストやないかい。怪我人とか勢いとか考えると敵に琉球と長崎かな。横浜じゃなくて九州でやってくれんかな。琉球らしいゲーム展開でいい試合でした。パブリックもアリーナで盛り上がってました。みんなで一喜一憂最高でした。このまま進むぜ。KINGS。 接戦大好き琉球ゴールデンキングス。 CS モード。要するに無敵。なんだかんだで岸本が決める。 CS 経験っていうのがよくわかる試合ですね。アルバルク。確かにアルバルクは去年の経験というよりも体験を反映した試合だった。ヒヤヒヤしたけど勝ててよかった。名古屋 D 宇都宮どちらが来てもキングスなら勝てる。選手、スタッフ、現地の皆さんお疲れ様でした。リバウンド取れない分3が上振れなきゃ勝てんと分かってたことなのに、石井須田長野で3-0、8じゃあ無理です。勝負の分かれ目は日本人の3ポイントでした。現場からは以上です。琉球は本当にプレーオフ強い。今年もファイナル行くこと期待してます。すごい試合だった。勝てて嬉しいけど、正直レイマンが決めて OT かゲームさんでも、もう少しこの勝負を見てたいと思ったわ。両選手に。これぞ CS。ナイスゲームでした。セミファイナルも全力応援します。
三河さんもお疲れ様でした。ドルも宇都宮も琉球と流行りたくないやろ。日本一最強クラブの宇都宮がそんなん思うわけないやろ。どんな相手でも WELCOME や。負けてるじゃん宇都宮。栃木県がバスケットボール日本一最強なんじゃ。宇都宮ブレックスと白鴎大学が日本一だ。敗退しちゃったじゃん。リーグの最多優勝は宇都宮ブレックスです現状。長崎以外ホームチーム全敗ホームコートアドバンテージとは。ここまで負けるの珍しいよね。数年前も琉球も初戦負けがちだったけど。三河、今日は取れると思ったんだが、昨日も今日も結局サンピートラレスに、虚無感というか、現地ブースターの方々つらいよね。常連チームの中で唯一勝ってる空気の読めない琉球。もちろん褒めてるよね。三河琉球2戦とも面白すぎた。 CS の6試合で唯一 CS してた組み合わせだと思う。他の試合は自滅多すぎ。そんな自滅のおかげで勝ったみたいな言い草のチームにこの後琉球負けたらどうすんねん。対勝ち負けじゃなくて面白いか面白くないかってことだよ。じゃあ、まさに CS してて面白かったとかだけでよくないっすか。この動画に直接関係ない他クラブをつっつく意味がわかんね。つっつくつもりはなかったと思うよ。対比させて強調してるだけ。現代文で習ったやつ。この2チームの実力に差がないとも言える。三河も同じ県内の青色のチーム見習って詩を持った方がいい。三河はガードナー、レイマンどちらがチームを引っ張るか傾聴つけた方が強い気がする。シェーファーがいるならそこを生かした編成にした方が良いと思うな。一応言っておくと三河は川崎化する可能性大だよ。ガードナーをいつまで引っ張るか潮時かもしれんね。まあ点数取れてますけど、フラストレーション溜まりやすいし難しいなと感じます。前よりインサイドで無双できてる感じ減ってる印象。献身的なビッグマン、シェーファー、レイマンみたいな並びが一番厄介かと。オーガストが残ってくれてればそれできたんだけどね。できればその役割をホワイトにやってほしかった感じはある。琉球はゴキブリみたいに生き返る。ゴキブリパワーで優勝するぞ。気づいてる人いるかわからないけど、宇都宮以外は元キングスの選手とコーチほとんど入ってる。名古屋 D は今村と山下さん、長崎は狩俣とコーチさん、三河は須田、群馬はこう、千葉は田代、須田以外はキングスで優勝経験ある。狩俣の時は無事だけど、こう見ると CS 行ってるチームは大体元琉球の選手が入ってる。今年は CS 入ってないけど広島はエバンスがいたし、そう思うと CS は経験値の重要性が高いと個人的には思う。最近は勢いだけで優勝するチームもあるから何とも言えないけど。ジェッツにもいなかったけ。永田さん名前間違えすぎ。三河これで何連敗？琉球が強すぎて申し訳ない。琉球は5連決勝行こう。そして2回目優勝。八村世代の1シューターって松脇だと思うんだけど、今の八村だったらどっちの方が3うまいんだろ。さすはち、八村。NBA のスリーポイントラインは B リーグのラインより50センチメートルくらい外側なんだけど、それでも八村って 44% の確率で決めてるんよね。松脇もうまいけどさすがに八村かな。さすがに八村ですね。3の確率がレギュラーシーズン 44.3%、プレーオフ現在 57.1%。普通にどの国のリーグでもこのスタッツ叩き出すのはイカれてます。俺レイカーズファンだから凄さわかるよ。でも少なくとも世代トップシューターが琉球にいるの心強いな。自分バファンで今シーズンから琉球中心に見てるけど、他に日本人シューターといえば誰がいる？松脇選手もすごい勝負強い。だけどさすがに八村さんよ。なぜそんな答えが分かりきった質問するねん。笑い。八村プレーオフ3歴代1位やぞ。すなわち歴代世界一。松脇って日本人シューターだと何番目くらいなんだろう。俺レイカーズファンだから凄さ分かってる。日本人のピュアシューターといえば同世代の松脇が思いついて聞いてみたってこと。B リーグ3本数決めたランキング歴代は今現在時点で1位富樫2位安藤3位辻4位岸本5位安藤となってる。数年前まで日本人シューター最強と言われていた金丸とか冷友だが意外とランキング上位にすらいない。今の B リーグ環境なら
日本人くくりだと、ドルフィンズ斎藤、三円の津屋、越谷の松山とかの方が上だと思うな。キングスブ出松大好きだけど、八村。姉松脇 CS めっちゃ活躍してるよね。去年の劇的ブザビとか。公式のスタッツ表を見ればわかるけど上位にはいない。それが答え。3年間ほぼ同じメンバーで積み上げた結果 CS6 連敗ですか。有望若手にも PT 与えず逃げられまくってる CHC。編成含めて再建期でいいと思う。マジきつい。雄大はチームの顔としてライアンの下での成長が見たいので、個人的には雄大とライアンが残ればあとは取っ替えてもいいかなと思ってます。ベテラン頼りの編成にして本気で優勝を取りに挑んだ結果、そのベテランが CS では力を発揮できずに負けたので、3頭見たく若い編成に切り替えるの終わりだと思いますね。ハットズよらパワハラ HC が来る予感ありますよ。あれはあくまで噂で終わると信じたいですね。当たる時もあれば外れる時もあるので、ただアーロンは当ててた。今シーズンで琉球でのプレーが最後になる岸本に優勝を届けることができるのか。引退はまだ早いんじゃないか。絶対に信じたくないけど本当であれば絶対に優勝したいよな。京都南紀にガード残してるけども入る余地あるんすかね。今シーズンで琉球でのプレーが最後になるビッグ、ローに優勝を届けることができるのか。今シーズンで琉球でのプレーが最後になるカークに優勝を届けることができるのか。リーク勢は何でも信じるから可愛い。株とか絶対買うなよ。入ってくる予定の選手も強力すぎて楽しみなんだよな。噂通りなら。別に何でも信じるわけじゃないが岸本カープローは勝ち。なぜあなたが買うなと命令するのでしょうか。あなた私に命令するほどお偉いのでしょうか。はい、もちろん。ではどういった理由で偉いのか教えていただけませんでしょうか。琉球強いけど岸本。ロー、クーリーありきのチームなんよな。仮に岸本。ロー、クーリーいなくなったら一気に弱くなるチームだから絶対この3人には出て行ってほしくないけど、琉球って年齢見て選手を放出してきた過去背景見たら岸本、クーリーあたりがいなくなりそうで怖い。なんとしても岸本、クーリーはいてもらわないと上昇軍団ではなくなる。多分その2人の継続が一番硬いから大丈夫。それはどこのチームにも言えること。三河は CS ホーム開催なんて以前の問題。いつまでたってもガードナー頼り。ずっと日本人シューターなんしてるん。運が良くて西地区2位になって3年連続で CS 進出してるけど、この力がないから初戦敗退していつまでも他チームに舐められる。CS6 連敗、笑い。勝利してほしくて現地応援してましたけど、正直最後まで勝てる気しなかったですわ。3ポイントもあのベテラン2人入る気がしなかったですもん。チーム解体待ったなしです。後お払いも行った方がいい。 B リーグ王者としての圧倒的な勝負強さを見せつけた琉球ゴールデンキングス。岸本選手らのクラッチプレーが光る一方、三河シーホースも最後まで粘りを見せる激戦となり、悔しさの中に次への期待を抱かせる一戦となりました。ブースターの熱い声援が飛び交った、まさに短期決戦の醍醐味が詰まった試合展開でした。